こんにちは、ジャーネです。11日間のカンボジア旅行の総費用を紹介します。初めて行ったカンボジア、とっても楽しかったですよ。アンコール遺跡群は体力的にしんどかった。人々との触れ合いにローカルな美味しい食事、皆様の旅の参考にしてください。12月8日から18日まで11日間のカンボジア旅行の費用を紹介します。もったいぶらずに総費用を説明して、後半で項目別の詳細を説明します。航空券やバス代、トゥクトゥクなど交通費の合計は18万1414円でした。シェムリアップ5泊とプノンペン4泊、宿泊費の合計は3万8278円でした。各地のローカル料理に使った食費の合計は2万5938円でした。アンコールワットと各地の観光地の入場料に使った観光費は5万758円でした。カンボジアで使える eSIM 購入に使った通信費は1752円でした。今回の旅行でかかった費用2人分の合計は29万8140円でした。それではここから各項目の詳細をお話ししていきます。まず今回の航空券についてですが、期限切れが近い大韓航空のマイレージを利用しました。2名分で10万マイルを使ったのですが、思ったよりも必要マイル数が多く、ちょっと高めの印象でした。フライトのルートは往路が成田空港からインチョン空港を経由してプノンペン空港へ、復路はその逆でプノンペン空港からインチョン空港経由で成田空港に戻ってきました。気になる費用の内訳ですが、運賃は0円、燃油特別付加運賃が4万6560円、それにその他の税金等が1万2940円かかり、合計で1名5万9500円でした。実は当初同じスカイチームに属しているベトナム航空の便を使いたかったのですが、大韓航空のマイレージ予約システムではベトナム航空の便を予約できず、結局大韓航空を利用することになりました。ちなみに9月にポーランドへ行った際はANAのマイレージを使い、スターアライアンスに属するポーランド航空を予約しました。ANAのマイレージシステムは提携航空会社の便もオンラインで予約できるので、とても優れたシステムです。お得なANAマイレージの使い方としては、ANA以外の航空会社の便を利用するのがポイントだと思います。1名で6万マイルを使って、往路は成田、ワルシャワ、グダンスク、復路はブダペスト、インチョン空港、関西空港、羽田空港、このルートで手配し、燃油サーチャージなどを含めた総額が1名で3万4730円でした。確かANA便で予約すると倍以上の費用が算出されてきました。こちらの詳細は過去の動画でも紹介していますので、ぜひご覧ください。ではカンボジア旅行の費用に話を戻して、交通費についてお話しします。まずカンボジア入国のビザについて、事前に E ビザを取得しました。1名分で36ドル、日本円で5850円でした。これは交通費に含めています。プノンペン到着の翌日、エアアジアの早朝便でシェムリアップまで移動しました。2名分で2万1859円でした。またシェムリアップからプノンペンへ戻る移動はバスを利用しました。プノンペン市内では何度か公共バスも利用し、バス代合計は7618円でした。飛行機とバス、それぞれの利便性やコストを比較してみたかったので、今回はあえて飛行機とバスも利用しましたが、結果としてはバス移動で十分満足できました。
詳細は動画にもまとめていますので、興味ある方はそちらもチェックしてみてください。その他交通費として、シェムリアップでは3日間トゥクトゥクをチャーターし、プノンペン市内ではグラブも利用しました。それらを合計した配車費用は21,427 円です。特にシェムリアップでは観光地の移動にトゥクトゥクを使って正解だったと思っています。初めての土地ではレンタルバイクなどを利用するのはハードルが高く、少々費用はかかりましたが、快適に移動できたのは良かったです。また今回お世話になったトゥクトゥクのドライバーティーノさんがとても親切で楽しく過ごせたのも良い思い出となりました。ここまでの交通費の合計は2名分で18万1414円でした。次に宿泊費についてです。プノンペン空港に夜到着して翌日早朝に国内線に乗るために空港から徒歩圏内のホテルに1泊しました。寝るだけのトランジットホテルだったので料金は2771円でした。シェムリアップでは2カ所の宿泊施設を Airbnb で予約しました。最初のビラは2泊で6419円。ロケーションも良く、スタッフもフレンドリーでした。2カ所目は3泊しましたが、少々メンテナンスが行き届いていない感じがしました。料金は3泊で11,719円。朝食付きでした。プノンペンのホテルは3泊で17,319円。観光の中心地からは少し離れていましたが、ロシアンマーケットまで徒歩10分ぐらいで、その周辺には多くの飲食店があり、不便は全く感じませんでした。屋上にプール、キッチン、洗濯機があるスタジオタイプの部屋を条件に探して、リノベーションされて1年ほどの新しい部屋だったため、とても快適に過ごせました。宿泊費の合計は 38,278 円でした。次に食費ですが、私たちは Google マップの評価よりも実際に歩いて混んでいるローカルレストランに入ることが多かったです。やはり安くて美味しいお店には自然と人が集まりますよね。カンボジアの名物料理も一通りは食べてきました。全体的に甘めの味付けが多く、日本人の口には合う印象でした。食費の合計は 25,938 円でした。物価はプノンペンよりシェムリアップの方が安かったです。次に観光費用についてもまとめてみます。やはり一番高かったのはアンコールワット遺跡群の3日券です。2人分で 18,788 円でした。プノンペンでは1日ツアーに参加し、費用は 10,758 円。他にも入場料やマッサージ4回分も含めて観光費用として総計したら 50,758 円になりました。通信費としては1日500メガバイト、10日間の eSIM を2回線購入し、金額が 1,752 円でした。 Google マップやちょっとした調べ物も十分でした。また楽天モバイルの携帯 SIM も予備で持っていきましたが、 eSIM とほぼ同じエリアをカバーしており、メイン回線としても問題なく使えました。以上、お土産代を除いた総費用は2名分で29万8140円でした。1日あたり2万7104円ですので、1名あたりに換算すると1万3552円となります。旅の詳細についてもっと詳しく知りたい方は、概要欄に動画のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらもご覧ください。さて、次の旅行先ですが、マレーシアのランカウイ島です。相棒が現地から初めてのライブ配信をやりたいと言っていますので、
準備が間に合えば告知します。ぜひ参加していただけると嬉しいです。相棒が視聴者の皆さんと話したがっているので、何を話すかちょっと心配ですが、それではまた次回の動画でお会いしましょう。